見舞いに2回行ってきたってから私1回も行ってないんだよ。網目を入れてるところです。けど、もう一次発酵終わって成形終わって、次に二次発酵倍ぐらいの大きさになったら焼き始めます。5月も仲良かったから、うち言ってたからさ、なんか結構見たよ、みんなとなんか盛り上がってるって言ってたからって言った。チャーシューキャベツに使う自家製チャーシュー。それで魚ほらさばくああいうのお揃いのちゃんとしたやつがなくて。ね。そうです。はい、そうですそうです。読んだんだよ。うまい。だから来て読んだ。私のこれ、ハイパー入れるね。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。これ使わないこれ無駄なのか。ゆるい子みんな。またこぼしてやけどしちゃったの。入ってるよねこの色。入ってるよね。種類は15種類ぐらいかな。15種類もあるか。15種類もない？わかんないもんいいよ。基本11種類ね。です。強力粉と薄力粉とお砂糖とドライイーストとお塩。北海道産の発酵バター。強力粉も北海道産 100%。重さ測ってこっちから向かって。奥の前か。あがったあがった。4.5 グラムぐらいにするのがちょうどいいですね。ちょっとやってね、手前にあったのよ。変なちょっとしたちょっとかな。今度向こうへ散歩行ってみるかな。いや、もともと建築学科卒業で建築っていうか都市計画のコンサルタントっていう仕事があって、で街並み保存のためにこの店を買い取ったんです。なのでパン屋さんがやりたかったんじゃなくて、パン屋さんの店舗を守りたかっただけなんです。この辺戦争の被害受けてないので残ってるんですよ。東京って東京大空襲で建物ほとんど燃えちゃったんで、貴重な建物を残すために街並み保存とかに興味があるので、京島に引っ越してきたんですね、ここに。その時にここの商店街通ってたんで、私で3代目、大正元年からしようと思ったら2代目じゃ無理なんじゃないかと思って3代目だと思ってたんですけど、ここで一番古くからやってる八百屋さんに聞きに行ったら、前のご主人は2代目だよって言ってたんで。近所にパン作りが好きな人がいて、その人から教わっただけです。丸めてベンチタイム15分間。これ気持ちいいんですね。だからこのパン生地触ってるの楽しいです。休日は平日の倍ぐらい売れるんで200個ぐらいですかね。ベンチタイムに入ってます。かっこいいよね。まずいね。お店終わるまで。でもまだ焼けてませんっていうことも多いんですけど。買いに回らないさ。離れちゃうよ。知らないけど、そういうふうに言ってたから。ないこと。私もほら、寄れない役だ。あんたと一緒。意義がね。亡くなった時の夢見たりね。おはよう。入院したとかそんなこと言わない。こうやって目標の形にとりあえずくるりってやって、そうするとパンが勝手にくっついてくれるので、
今日の夜と明日の朝の分を朝勝手にくっついてくれてるんで、わざわざくっつける必要がなくて手間も省けるという、本当餃子の皮と一緒で閉じないと開いてくるんで。飲んでから銀丼をやるみたいなね。言われた。焼きムラがいいのでひっくり返して。初代の時はパンとかいろんなパン作ってたらしいんですけど、先代の時は普通にコッペパンだけを売ってプレーンのやつで、ジャムとピーナッツ塗れますみたいな感じ。それを私の時はもう最初から塗った形で並べる。いちごジャムです。ここに出ない時があるんだよ。すごいね、元気よ。あんな混んでるの初めて。私が始めてからチャーシューキャベツとかローストビーフとかそういうのを増やしました。大学とかを卒業して、やっぱドラムのことも分かってないといけないしね。だからカサブランカってだからこの会社って言ったら、ちゃんと社員の人たちも仕事、スイカパンとかじゃあっても良さそうですけどね。なんでメロンパンだけなんだ。2ヶ月ね、休んでた。いらっしゃいませ。はい、ピーナッツ2つ、はい、1、2、3、4、5、全部で8つですね。で、そういうなんか住民さんと一緒に、でもやっぱりトランプも開発されてたし、で焼きたてのやつ入れますね。プレーン6個。すごい。よく給食とかでこのなんか透明の袋に入ってるやつ、あれモロズミジャムが100年ぐらい目白に出るところですね。先代からここのジャム使ってたんで、モロズミジャムの中でも3種類あって、先代は一番安いやつ使ってたんですけど、私は一番高いやつで、ちゃんと果肉が入ってるやつです。のが30年ぐらい前だけど、ありましたね。お待たせしました。手のでお気をつけください。どうも。あとはここと上でセットで買って。甘いのだとあんバタ所有者は別にいて、元気って言ったら元気みたいよ。墨田区の住宅マスタープランやってる。住宅マスタープランやってて、住生活基本計画。いちごジャム一つと、はい。揚げコッペ一つと、はい。カレー。真横丁長屋でやったらビデオが50円790円だな。クリームちょっとだけソーダがあったらこれでいかがですか？ください。甘すぎたら言ってください。ソーダ足しますので。ランドリー好きな味何かな？メロンコッペ。いらっしゃいませ。
卵たっぷりサンドでどっかのコンビニの名前がありましたよね。大体半玉で卵1個分ぐらいじゃないかと思います。食べていく？だって今からスパゲティ食べる。とコロッケ、はい、700円になります。頼んでるからどうなるか聞いてみないと。ありがとうございます。紙コップ今あげますのでちょっとお待ちください。6畳ぐらいプラス。焼きたてを投入。熱いのでお気をつけください。ありがとうございます。ありがとうございました。ざいました。作るパンによってまあ正直素人なんで形がバラバラなんですよね。で作るものに合ってる形はどれかなっていう感じです。届くだと細長いやつを探してる。玉ねぎのみじん切りの入ったポン酢みたいなものにローストビーフ用の混ぜてる感じですね。ではお願いします。はい、はい。はい、どうもありがとうございます。カレー粉で炒めたキャベツの千切りで。はい、はい。これはハ乗ってる話しましたっけ？いや、まだ見てない。はい。ですね。で、あとこれはカステラかつて先代の時売ってました。もう何年ぐらい経って。前、まあ週5回私は40年前から来ててこんにちは。メロンコッペ、はい、メロンコッペですね。ありがとうございます。はい、どうもありがとう。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。もちもち感を出す
なんです。夢地から。ペイペイ使えます。使えますよ。あ、こんにちは。なんですけどね、今建築確認がとにかくもうとにかくすぐ分かってしまうっていうから。なるほどね。違います。ある日突然鳩屋売り入れてるから買ったからって言われて、分かったんだ。どうするの？パン屋やらないと意味ないでしょ。そのために買ったんだけど。誰がやるの？私たち。私たち。これでおお。やってたりする。契約しない。どうもお待たせしました。はい、ありがとうございます。平日は2時半ぐらいで売り切れですね。うちはまあもうちょっとやってますかね。土地で売ってたんですよ、ここ。土地で売ってるっていうことはもう取り壊す前提で売り出してたので、この看板可愛いでしょ。看板を残すために土地建物を買うしかないと思って買ってます。全部受け継いでるところは店回収しようとしたら貸してくれっていう人が何人かいたんですけど、コッペパン屋じゃないとダメで、それとか、まあ、あまり値上げしないで安くしてる人とか、もともと結構ね安い金額で出してたんで、そういうところは守っていくから、レトロ商店街の街に、あれがなくなったらもう普通の商店街になっちゃうと思うんですよ。建物を残したいという信念はあります100年以上続いてきてるっていうのを自分の代でなくすのはねダメだと思うので、これからどうやって続けていくかっていうのはね、鳩屋のファンみたいな人がいて、後継ぎたいっていう人がいたらぜひ継いでもらいたいと思います。こうした言葉でこの連日やね。それでいいかな。